I taught you. こんにちは、辰丸です。今日は新しい攻略動画を持ってきました。今回の動画は戦闘ステータスバフについて解説していきます。一般的な考え方、捉え方とは違う観点からバフについて分類していき、効率的に強化するための動画となります。またメンバーシップでは個別の育成相談、プレゼント企画を実施します。ぜひご参加ください。攻略動画も見逃さないためにチャンネル登録よろしくね。最新攻略グループも絶賛稼働中です。楽しく研究したい方の参加をお待ちしております。今回の動画ははじめに一般的なバフの考え方、辰丸流の考え方、バフ強化方法の順に解説していきます。まずはじめにコアサバにおけるバフステータスについて説明していきます。ステータスとは兵士の基本能力値を表しています。主なステータスには攻撃力、防御力、殺傷力、HP がありますね。次にバフとはこのステータスを補正する効果のことです。戦闘レポートの追加ステータスに表示されている数値などのことです。戦闘ステータスには盾、槍、弓兵ごとに攻撃力、防御力、殺傷力、HP の4つの基本ステータスと出生要領、集結要領といった要領ステータスに分類することができます。基本ステータスは兵士が持つ基本戦力と置き換えることができます。要領はどれだけ出生できるかを表していますね。基本ステータスは兵士のステータスで、これが基礎なのを覚えておきましょう。次はバフについてです。バフは兵士が持つ基本ステータスを補正する効果のことです。またバフには常時発動している永続バフとアイテムバフ、ペットスキルのような時間制限があったり発動条件のある一時バフと分けることができますね。コアサバで勝つためにはこれらのバフをいかに高められるかが最も重要なことと言えます。次は一般的なバフ強化優先度を見ていきましょう。こちらは有名なバフの優先度となります。盾の HP、盾の防御、弓の殺傷、弓の攻撃、槍の殺傷、槍の攻撃、弓の HP、弓の防御の順で優先度は高くなり、やや離れて同率でその他バフと不統合で表したものとなります。多くの人が勘違いをしていることですが、バフの優先度であってバフ強化優先度とは少し意味合いが異なります。実際には主に英雄スキル起因の環境というものがあり、強化優先度は変化してしまいます。またバフ強化の優先項目は最優先で殺傷力 HP を強化し、攻撃力防御力は目標プレイヤーと同程度と言われていますね。ここから辰丸流のバフの考え方を紹介していきます。環境に左右されにくい盾バフを集中強化し、以降は事前に環境を先取りし、弓を特化するのか槍を特化するのか決める環境適応育成と駐屯リーダー、集結リーダーといったポジションによってバフ優先順を決めてしまう目標別育成の2つがあります。環境適応育成は最も育成コストを抑えられる育成方針です。後発サーバーほど検証量、質ともに高く、情報の精度は高くなります。逆に辰丸が在籍しているサーバー111といった先行サーバーほどリスクが高くなるのがデメリットです。目標別育成はポジションでバフを絞るため無難に成果を出せる点がメリットです。デメリットは平均育成でも
ある程度コストはかかる点、方向転換が難しい点にありますね。次はどのようなプレイヤーに向いているのか見ていきましょう。環境適応育成は、無課金から集結主になれない中課金クラスに向いているバフ強化法です。このクラスが平均育成をしても勝てる範囲は残念ながら狭いです。格上に勝つためにどこかで特化したいところですが、平均的にバフを振っていて、いざ特化しようとした時に、その資源はどこから出すんだよということに、特化する頃に環境が変わってることが十分あるからですね。ですので、無課金から中課金クラスはこのバフ強化がおすすめです。次は目標別育成ですが、こちらは環境にすぐ対応できる重課金クラスにおすすめなバフ強化法となります。なぜ重課金クラスにおすすめなのか、それは環境変化後からも適用可能な点にあります。微課金クラスでは、たとえ平均育成でも方向転換に必要な資源の捻出は困難だからですね。駐屯リーダー、集結リーダーなど、それぞれのスタイルに合った育成で槍バフを伸ばすのか、弓バフを伸ばすのか、環境を踏まえながら総合的に判断しましょう。次は具体的な強化項目の前に、竜丸竜でバフを簡単に分類していきます。ここでは永続的なバフをさらに分類していきます。英雄専用装備とそれ以外かです。高級バフは積み上げればずっと価値の変わらないバフのことを指します。竜丸はフィジカルと呼んでいますね。次は限定バフです。英雄専用装備は速攻性があり強力なバフコンテンツですが、次々に最新の英雄が登場し、価値はどんどん下がってしまいます。コアサバのバフはこのように捉えていますね。英雄以外のバフは身体能力、価値は変わりませんが、積み上げないと効力はありません。逆に英雄は銃などの武器と同様に捉えています。英雄専用装備は銃弾といったところでしょうか。サーバーが進むにつれて勝手に強力になるバフということです。勘の良い方なら気づいたかもしれませんが、バフ上昇値の低いサーバー初期は領主装備、宝石といった高級バフを優先強化し、例えば10世代から英雄に力を入れた場合、大逆転が起こるといったわけですね。ただ英雄が最も速攻性が高く強力なことも忘れてはいけません。集結主は英雄を毎期交換する必要があることも事実です。しかしそれ以外の多くのプレイヤーにとって圧倒的大差をつけられるバフ強化法となりますね。まずは集結主以外の攻撃・防御力のバフ強化コンテンツ、優先度はご覧の通りとなります。英雄は強化するタイミングを事前に決めておき、そのタイミングで優先度 A ランクに入れると良いでしょう。次は集結主クラスとなります。こちらの優先度を意識しながら攻撃力・防御力を積んでいきましょう。次は殺傷力 HP です。バフ強化コンテンツ優先度はご覧の通りとなります。集結主クラス以外の方は英雄と同様に方向性を決めてから英雄専用装備を強化しましょう。最後は集結主クラスです。このクラスで使用する英雄の専用装備レベル上げは必須項目と言えます。必ず育成した英雄は絞ってでも強化しましょう。最後に注意点です。殺傷力 HP を優先強化、
この認識はおおよそ正解です。バフ強化コンテンツ順に集中強化。これは違います。優先度を意識しつつ、ある程度均等にバフを強化していくという認識が大切です。バフ上昇値は変わらないが、育成コストはどんどん増加するからですね。辰丸の動画を見てくれてありがとう。この動画がいいと思ったら、グッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくね。またね。